こんにちは、スパオです。今回はこの時期の無印良品注目の新商品を中心にご紹介します。展示会で注目を浴びていたあの品が早速発売されたので、速報的にレビューをお届けします。その他、日々の QOL ちょこっと開けてくれる系アイテムいくつか登場するので、お買い物の参考になれば幸いです。では、どうぞ。丸くきれいに作れる製氷機、丸い氷。前回紹介したスティック型の製氷機と同時に発売された丸い氷が作れる製氷機です。外側の容器に水を入れて、そこにシリコン製の内蓋をそっと乗せて水平保ったまま冷凍庫に入れて、凍ったらさっきの内側の容器をペロッと剥がすだけでまん丸の氷が出来上がるっていう仕組みです。丸い氷って四角いものに比べて表面積が小さいので溶けるスピードがゆっくりだったりするんですよね。だから飲み物の味が薄まりにくくって最後まで美味しく飲めるっていうメリットも出てきます。丸い氷が作れる方なんて100均とか腐るほどあるじゃんって思う方きっといると思います。正直私もそう思っていたので、ちゃんと違いの部分整理しておきますね。まず1つ目が型の厚みと精度。無印のこの型が本体の厚み最大 9mm くらいあるしっかりとしたシリコンでできてます。100均のものって総じて薄いので型自体がふにゃふにゃで歪みやすいんです。正直に言うと、じゃあ無印なら継ぎ目が全く目立たない完璧な球体になるかっていうと、実際作ってみたら継ぎ目普通に目立ちました。ここは口コミとかでもツヤツヤの水晶玉みたいなコメントもあったんですけど、過度に期待しすぎない方がいいと思います。あくまで丸っぽい形に安定して仕上がるくらいの認識でいてください。2つ目が繰り返し使った時の耐久性で、シリコンが薄いと氷を取り出す時にねじったりとか引っ張ったり、そんなことを繰り返すうちに裂けたりとか型自体が変形してだんだん歪んだ形になっていったりします。無印のは厚みがある分型崩れしにくくって、長く使えるので、実質的なコスパの差はここに出てくるんじゃないかなと思います。なので1回あたり何十円とかの話じゃなくて、何十回使ってもこの形が保てるかっていうポイントで見た方がいいでしょうね。ただこのでかい球体型の氷、使いようによってはおうち時間の満足度ぐっと上がるアイテムっていうところは確かで、今回公式でも紹介していた無印のカフェオレベースを凍らせてミルク注ぐレシピやってみます。直径6センチの球体計算するとだいたい100ミリくらいの液体量になるので、3倍尺のカフェオレベースで 300ml 分のカフェオレができるっていう計算です。冷たいカフェオレが最後まで薄まらずに楽しめるっていうのはめちゃくちゃいいですね。なんかでかい氷ってだけで謎のテンション上がりますし、ミルクがなくなってきたら氷が残っていれば継ぎ出しやればどんどんおかわりができちゃうっていうところもいいですね。あと抹茶作ってそれを同じように凍らせて抹茶氷も作ってみました。抹茶の量は気持ち濃いめの方が美味しいです。このじわじわ緑が溶けていく感じエモいですよね。混じり気なしの抹茶ラテとっても美味しかったです。最後まで苦味も渋みも薄まることなく楽しめました。790円で買い切り、繰り返し使えるものなのでコスパ的に長い目で見れば意外といいんじゃなかろうかと思います。薬用マウスウォッシュ希釈タイプ。マウスウォッシュなんですけどスペース取らない希釈タイプが出ました。市販の希釈タイプのマウスウォッシュでいうとコンクール F が有名で人気ですよね。私も過去に使ったことあります。ただあれスカッと感が控えめなので効いてる感がちょっと感じられないんですよね。効いているんでしょうが、その点無印のは見た目もスタイリッシュでいいなって思うのと、これ蓋で計量してクイっていけるのはめちゃくちゃいいですね。使うときはキャップに印字されている 2mm のメモリまでこれを入れて、水を 20mm の線まで入れて希釈するので、10倍希釈ってことになります。こんな小さいボトルでも1本約50杯分使えるそうで、一般的なマウスウォッシュ、モンダミンとかで換算すると1回の使用量がだいたい約 20ml なので、モンダミン1リットルとかと同じ容量になります。ちょうど今家に使っている1リットルのボトルがあったので、サイズで比べるとこんな感じになるので、携帯用だけじゃなくて洗面周りのスペース限られている場合とかもこれいいでしょうね。で一応触れておくとコスト的にはざっくりモンダミンの約 1.3 倍くらいかなっていう感じですね。アルコールは不使用なのでピリッとする刺激が苦手な方だったり、アルコール入りってドライマウスになりやすいとも言われているので、その辺気にする方にも安心な使用かと思います。使用感ですけどアルコール入っていないので効くみたいな刺激はないです。ただヒヤッとする清涼感は口に入れた瞬間からきます。あと甘みが少ないです。市販のマウスウォッシュってサッカリンとかキシリトールとか、スクラロースみたいな甘味剤が入ってるんですけど、無印のはこれサッカリンだけで市販品みたいなガツンと舌にくる感じがないのがいいですね。吐き出した後も甘みがない分変に口の中に残る感じがないのはグッドで、総合の爽快感もありって感じでマウスウォッシュとしての機能を果たしてくれていそうです。歯肉炎予防口臭防止の効果が書いてあったので、全体的にこれマウスウォッシュとして最低限のケアは期待していいと思いますね。
ちっちゃいサイズのそのまま使えるマウスウォッシュもありますけど、使える回数含めたスペパで言ったらこれ結構ありじゃないでしょうか。薬用歯磨き粉携帯用。続いては新商品のオーラルケアグッズ3種類まとめてご紹介します。まずはスタンダードな薬用歯磨き粉の携帯用から参ります。こちら 10g が2本セットになっているので、旅行だったり出張用のポーチにはぴったりサイズです。スペック的なお話をすると、結論非常に丁寧かつマイルドな設計、この認識でいいかなと思います。フッ素濃度が 950ppm っていうのが、標準的な配合量で、小さなお子様と一緒に使う場合に非常に適した濃度と言えると思います。日本の歯科ガイドラインっていうのがあって、0歳から5歳が900とか 1000ppm くらいまでで、6歳以上から大人が定められているマックス量 1500ppm までっていう配合量が一応好ましいとされているので、950っていう数値、仮に家族全員で使うことを考えると、味の問題はあるにせよそこそこ適した配合量と言っていいかと思います。使用感ですけど、泡立ちが控えめな低発泡仕様なので、歯の隅々までじっくりと時間をかけて磨きやすいなっていう感じはしました。研磨剤不使で洗浄剤的には比較的マイルドなものが使われているので、その辺気にする方にもおすすめな仕様です。続いてが薬用歯磨きジェルトータルケアということで、さっきのもなんですけど、今回携帯用ちょっと紹介してるんですけど、家で使える通常サイズも今回発売されています。さっきのとは違って、こっちは大人向けの本格的なオールインワンスペックになっていて、フッ素が 1450ppm っていう高濃度配合で、虫歯、歯周病、ホワイトニング、知覚過敏ケアまで1本でカバーできる欲張り仕様になっています。市販のトータルケア的なものと比較しても、知覚過敏ケアの硝酸カリウムだったり、歯周病口臭ケアの塩化セチルビリルジルなんとかもろもろ、結構贅沢な配合です。今回のは明確に6歳未満のお子様には使うなとパッケージにも書いてあるので、そこだけご注意ください。使用感ですけど、これも低発泡なので気の隅まで隅々までブラッシングできます。過度なスッキリ感も辛い感じもないので、味なくてよければ7歳以上のお子さんでも無理なく磨けるとは思います。加えてこちらも研磨剤不使用なので、知覚過敏で歯の根元が崩れやすい方だったり、電動歯ブラシ使うことには適していると言えるでしょう。で、3品目が薬用歯磨きジェル子供用ってことで、ちゃんと子供向けにも作ってきたっていうところは、なんか置いてけぼりにしていかない感じがあっていいですよね。お子さん用の歯磨きジェルで、当然大人用よりマイルドな処方のミックスフルーツ味になってます。フッ素配合量は最初に紹介したものと同じ 950ppm 配合で、虫歯もちゃんと予防してくれます。こちらは特に低発泡という感じじゃなくて、ブクブクと自然と泡立ってくる感じでした。ミックスフルーツ、甘さもありながらすごい自然な味で良かったです。歯磨き粉にどこまで自然さを求めるかっていうのはありますけど、自然な味でした。で、今回これらのトラベルオーラルグッズを同じ無印のナイロンメッシュ縦でも横でも使えるペンケース、これに入れる収納ですご紹介します。高さ2種類あるんですけど、高い方の 207mm の方を使ってます。パリッとした生地感のナイロンなので自立もしますし、ふにゃふにゃしていない分中身も取り出しやすいです。これチャックの向きが2つあって、縦方向にも横方向にも開けられるのでマジで便利なんですよ。よかったら参考にしてみてください。今回の歯磨き粉3種類、それぞれ用途がはっきり分かれているので、大人はトータルケア、お子さんは子供用ジェル、旅行用とかにはスタンダードな携帯歯磨き粉っていった感じで、家族構成に合わせて組み合わせ選べるっていうところが地味に便利なポイントだと思います。特にこれだけのトータルケア仕様で携帯性に優れた小容量サイズって結構貴重な気がするので、秋の行楽、年末年始の移動時にポーチに忍ばせておいてはいかがでしょうか。トイレットペーパーケース。秋冬の展示会でも先行して発表されていた注目の新商品がこちらです。当時担当の方から説明を受けるまでは、トイレットペーパーを卓上とかで使うってどういうニーズなんだろう、いるってちょっと思ってたんですけど、説明聞いて素直になるほどって思った商品でもあります。無印公式の説明では、リビング、テーブル、机、洗面所などいろいろなシーンで使えるケースと紹介されています。つまりこれ、当たり前なんですけど、トイレで使うっていうよりかは卓上などで使えるペーパー収納っていう位置づけが正しいです。対応するロールの直径が 120mm 以内ってことなので、市販の一般的なトイレットペーパーであれば大体収まるサイズ感です。サイズ感こんな感じで、思ったよりでかいみたいなコメントもあったんですけど、最近5倍巻きとか巻きが多いものも多いので、あらゆるサイズに対応するっていう点では致し方ないんじゃないかなと思います。聞くところ、このトイレットペーパーを丸のまま卓上で使っているっていう事例が実は結構多いみたいで、
ペット飼っている人とか小さいお子さんがいる家庭で特にニーズが高いらしいんです。ペットのトイレの失敗だったり、お子さんの食べこぼしだったり、オートブスなどちょっとゴミ箱にそのまま捨てたくないものをトイレットペーパーで拭くことでゴミ箱じゃなくてトイレに流すことができるので、匂い対策だったり衛生面でもメリットが出てくるっていう形です。それを生活感なくカバーするケース、市販品でも多少あるんですけど、少し癖ありのデザインというか、部屋の雰囲気に合わせにくいものがちょっと多くて、今回の無印のデザインほど万人受けするものはなかったので、これ大いに価値がある商品だと思います。このカットのギザギザ部分も金属製じゃなくて樹脂のギザギザなので、こんな感じで指で触れても怪我になりにくいっていう仕様もグッドポイントです。実際 2,3 日使ってみた感想なんですけど、まずいいところから、ティッシュ1枚使うのがもったいないみたいな時には確実にいいですね。量の調整がしやすいっていうのは長い目で見たらコストメリット絶対あると思います。あと数日使っただけでも減りがなんか遅いなっていう感覚はありますね。あと紙交換する手間はティッシュで1枚ずつ使うっていうよりかは確実に減ると思います。でこれ片手でも容器がずれずにカットできるように、この底の方に重りが入っているのと、この底面の四隅にラバーがついているのでよりずれなくなっているので、多少の慣れはあるんですけど片手でカットは簡単にできます。で今回ロールが少なくなった状態でも快適にカットできるか、せっかくなので試してみました。同じシングルのがなかったのでダブルにはなってるんですけど、巻きが少なくても特にストレスなく回ってくれました。さっきの無印シングルって、カットの切れ目がないのもあってか、こっちのダブルの切れ目ありの方が劇的にカットしやすかったですね。ダブルっていうのもあると思うんですけど、紙がちょっと頑丈なのでこうつまんだ時に破れにくいのと、カット部分である程度綺麗に切れてくれるので、ギザギザ位置とは多少ずれたとしてもおおむね綺麗にカットできる印象です。これはダブルで切れ目ありとかの方がストレスなく使えるかもしれませんね。で反面ちょっと使いづらくないって率直に思ったポイントも挙げておきます。ティッシュと比較すると当然カットの刃が一方向な分快適にカットできる角度が存在するので、360度どこからでも快適に取れるっていうものではないです。加えてシーン的には少ないかもしれませんが、手が濡れていると取れません。破れます。あとティッシュと違ってこの紙が立ってなくて、紙が出ている部分も構造上ペタンとなっているので、ちょっと次のが取りづらい時があります。ティッシュだと紙つまんで引っ張るだけの1か2アクションぐらいで済むんですけど、これだと紙つまむで破れないように引き出すでカットするっていう最低でも3アクションが必要なのと、特にこの中のペーパーがたっぷり入っている状態だとちょっと回転が重い分引っ張った時に破れちゃったりするので、人によっては煩わしさ感じるかもしれません。なので結論、慣れれば、そして使用感気にならなければ、この辺の小さなストレス気にならない、心に余裕がある方だったらすごくいいと思います。実際すでに公式に使用感のコメントされている方では、ワンチャン買っている方からの好評コメントが特に多い印象でした。あと花粉症とかアレルギーなんかでティッシュの使用量がとにかく多い方など、シンプルに1回の鼻かむのにティッシュ 1,2 枚使う場合でも、紙の面積比ではこのトイペ何週かぐるぐるした方が面積あたりの単価は絶対安いはずなので、コスト的なメリットも結構あると思います。あと言っておくと、ティッシュの完全なる代替になるとは思わない方がいいですね。冒頭お話ししたようなペットだったり小さいお子さんと住んでいる方のような特定のシーンだったり用途でプラス1で使うくらいがちょうどいいと私は思いますね。現時点では口コミ良さげなんですけど、100% 鵜呑みにはせず、気になる人はまずは店頭でサイズ感と、もしペーパーが入っていたらこのカット心地試してみてほしいです。紅はるかのスティック芋ようかん。個包装で7本入っていて、手を汚さずに片手でパクッと食べられるタイプの芋ようかんです。これが去年2025年とかに全国の無印で初登場して SNS でかなり話題になっていた商品の季節販売品です。これ人によってはパッケージとこの透明感のあるシズル画像でお分かりになる方もいるんじゃなかろうかと思うんですけど、井村屋さんのスティック羊羹シリーズの OEM 品です。 NB 品ではこのパッケージで販売されているやつですね。紅はるかはさつまいもの中でも特に甘みが強くってしっとりねっとり系品種の代表格。それを今回皮ごとあんと一緒に炊き込んで芋ようかんに仕立てているので、まさに焼き芋食べてるみたいな満足感に浸れます。これ袋のカットも不要で上に押し出す感じで開けることができるので、この開封口付近で中の羊羹に触ってしまって結局ベタベタするみたいなリスクも回避できちゃうんです。これ美味しいんですよ。ただ量が少なすぎます。一口の半分くらいで終わっちゃいます。さつまいもペーストの他にインゲン豆とエンドウ豆のあんこを加えていて、さつまいもだけだとどうしてもパサパサになりがちなところに
粒子が細かくって保水性の高いインゲン豆とエンドウ豆のあんを加えることで風味は邪魔せず滑らかさとみずみずしさを出しています。このみずみずしさが今回のこの押し出すパッケージにおいては特に重要なので、この辺の水分量は意識されていると思われます。このつるんとした食感いいんですよね。1袋の量は少ないんですけど、個包装で日持ちもしやすいタイプだと思うので、小腹浸しにはもちろんオフィスの引き出しに常備しておいたり、登山だったりお出かけのちょっとしたおやつとしてバッグに忍ばせておく、そんな使い方がバッチリハマる無印の秋の味覚の一つです。高評価コメントが多いのも納得ですね。栗の一口クロワッサン。続いても秋の定番、栗の一口クロワッサンです。栗って聞くと秋感じますね。これもこの時期に登場する季節品で、栗好きにはたまらない季節限定アイテムです。葉っぱみたいな形をした一口サイズのクロワッサン菓子で、マロンペーストを生地にギュッと練り込んで焼き上げているので、サクサク軽い食感の生地の中から栗の優しい甘さがふわっと香ってきます。生地が何層にもなっているサクサク食感で、表面には砂糖がまぶされています。これいいのが栗の風味が出しゃばりすぎないこと。味がっていうより香りで主張してくる栗感で、お菓子の形状的に、生地に練り込むしかないので、劇的な栗の強烈な風味っていうのは、コーティングとかでもしない限り出てこないわけなんですけど、それでも生地にしっかり感じる強すぎない絶妙な栗感が食べ飽きることなく最後まで楽しめるので、私これ好きです。小さいので洋菓子のちょっとした差し入れとかティータイムのお供にちょうどいいサイズ感ですね。無印の季節菓子、この時期どれも侮れないんですけど、この栗クロワッサン気軽に美味しく秋を感じられるので気に入ってます。はい、今回最後です。不揃い紫さつまいもバウム。無印のヒットシリーズ不揃いバウムから紫さつまいも味が出てます。このシリーズって季節ごとにいろいろなフレーバーが出るっていうところも特徴で、この紫さつまいもの旬がだいたい9月10月くらいから年明けまでっていう感じなので、秋を感じさせるフレーバーの一つっていう位置づけでしょう。不揃いということで見た目を整える手間もコストもかかっていない分、そこそこボリュームあるのに価格が1個190円税込みとお手頃価格です。紫芋のペーストとパウダーとソースを駆使して香りだったり食感、発色を補完し合っています。今回の紫さつまいも味、優しい甘さとしっとりとした食感が特徴で、芋感はガツンとくるタイプっていうよりほんのり香る素朴な味わいで、さつまいも本来の原料に近しいものを使っているせいか、全体の風味自然でいいですね。食感も無印バウムらしいしっとり感で良きです。はい、いかがでしたでしょうか。今回展示会でも大注目だったトイレットペーパーケース中心に新商品紹介させていただきました。ニーズに応えるっていう意味ではすごい価値がある商品だと思うんですけど、さっき言ったみたいに使い勝手の部分ちょっと個人差ありそうなので、その辺はぜひ店頭で実物触ってもらったり、今回の動画で使用するイメージがちょっとでも湧いてもらえたら嬉しいです。この動画がいいねと思ったら高評価やグッドボタン、コメント、チャンネル登録いただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。